はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。あっという間に年末ですね。今回は12月後半のタロットリーディングさせていただきます。お願いします。来年のね、年間リーディングもやりますので少々お待ちくださいね。はい。それから12月20日にこの YouTube ライブをしようと思っています。この12月20日は来年の年間の大まかな動き解説をさせていただきます。それとカペラノートの使い方やちょっと補足説明もねしますので、ちょっとノート版、正方版はもう売り切れなんですけども、PDF はいつでもご購入いただけますので、ぜひ皆さんの星座の PDF ご検討よろしくお願いします。はい、では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。12月後半です。吊るし人、ペンタクス2の逆、戦車、ソードキング逆、ペンタクスのナイト逆、そしてワールド、カップのページの逆ですね。そして女教皇とカップ4、そしてオラクルはジャッジメント。なんだかとても幸せそうですね、カニ座の皆さん。ちょっと星の解説しますが、まず12月15日が満月になります。でこの満月は双子座で起きる満月なんですが、すごく拡大していくとか広がっていく、発展していくみたいなエネルギーが強いので、何かやらなきゃとか、何かどうかをしなくちゃみたいな、そんななんか漠然とした思いが膨らむかもしれません。会社の皆さんは具体的に何っていうのではなく、何か自分のバックグラウンドにおいてそういうエネルギーがビリビリしてるっていう感じがあるので、はっきりしないんだけど、何かがはっきりするわけじゃなくて、はっきりしてないんだけど、なんだか今自分がエネルギーが上がってる気がするとか、なんだかいろんな感情が湧いてきたとか、そんな感じかもしれませんね。でも基本的にはこの満月のエネルギーっていうのはすごく自分たちの感覚っていうのを膨らませているっていうふうに思っておいてください。なので何を膨らませたいかなと思って、自分にとってプラスなものはね膨らませておけばいいと思うんですね。ちょっとマイナスな、例えば不安感とかそういったものに関してはあえて膨らまさないように気をつけてください。12月16日から水星が逆行していたものが順行に戻ります。ようやくでこの順行に戻ると同時に、とてもなんかカニ座さんはキビキビした動きで現実的に物事をこなしていけるなって感じがします。ですから年内にやっておかなければいけない仕事がある方はもうサクサクできる、もうどんどんそれができるっていうのもありますし、もしかしたら来年の計画とか、自分がこんなことしたいなって思うこと、これ仕事だけじゃないんですけど学びに関してもだし、何か日常生活で自分が肥やしておきたい分野、感覚、携わっておきたいことなんかに関してはもうサクサクとそこに携わっていける、やればやるほど身につくとか吸収できるとか、そんな流れだと思います。だからとても楽しいと思うんですね。忙しいかもしれないけど楽しいと思います。でさらに12月21日以降はパートナーシップということで契約運が出てくるんですね。これはもちろんお仕事では契約とか交渉とかミーティングとてもいいですし、プライベートでも誰かとの関係において自分が輝く、自分が自分らしくあることで他者との関係が良くなるみたいな、そんな流れに入ってきます。でさらに12月31日が新月になって、この新月はその患者の皆さんにとってこのパートナーシップっていうところで起こるので、何か本当に12月31日のね、年末に誰かとの関係をはっきり決めるとかですね、そんなこともあるかもしれませんね。来年のそういった契約状況や誰かとの関係において意図するっていうのがとてもいいということです。そしてカードで見た時にも、今この瞬間は動きたくても動けないんだとか、案はあるけどまだ実行に移せないんだとか、なんだかそういう行く手を阻むようなエネルギーがありますね。この書類が通過しなければ次に行けないみたいな、なんかそんな感じで、何かの情報や誰かのゴーサインとか、何かがクリアにならない限りは進みたいけど進めないんだみたいな、だからちょっとずつしか進めないからすごくもどかしいとか、もう行ったと思ったら戻らなきゃいけない、進んだと思ったらまた引き返さなきゃいけないみたいな、そういったエネルギーに
なんかってなる感じがあるんですけど、でもそれでも全然焦らないでくださいね。もっとご自身はスパッとね気持ちよく進んでいきたいと思うかもしれないですけど、行ったり来たりしながら進みながら戻りながら、でもそうやってやりながらよーくこの現状っていうものを見てるんだよっていうふうに言われていて、あえて止まったりとか、あえて物事を逆さに見ることによって自分が普段気づかないことに気づけるよみたいな、とてもいい学びをしてるみたいです。でそれがいきなりこの後半に入って、おそらく16日過ぎてからですけど、いきなり世界が明るくなるっていう形で、なんか急にパーッと光が差してくるみたいな感じかもしれません。ここがやっぱり私の世界だ、私が生きてる世界はこういう世界が好きだみたいな、そんな感じかもしれません。とてもね、この対策のところでも女教皇っていうのが出ていて、ご自身で分かるって感じがするんですね。自分で直感でそのメッセージを受け取るとか、何をどうすればいいかが分かる、これはこういうもんだと分かる。そして一つ何か諦めるとか、なんか一つ手放すみたいなこともあるみたいです。こうカップの4が出ているので、なのでいきなりワールドっていうものが出て、世界そのものが自分を祝福してるみたいな、そんななんか華やかな嬉しい波動の中にいるんですけども、ご自身でこれはやっぱりこうなんだなみたいな答えが何か出る。その答えを出すということによっては、答えを出すためには何か一つを、諦めるとか手放すとか、それもそれでチャンスなんだけど、今このチャンスは置いておこうみたいにすることによって自分の世界っていうのを保てるよということなんですね。なので少しだけ後ろ髪引かれる気持ちもありますが、この今のこの世界観、この12月末に体験できるこの自分がいるこの世界観の中で新しいね可能性というものが出てきます。まだその可能性というのはちょっと危ういというか、ナイーブな状態、芽生えたところみたいな感じなんですけど、でも十分メッセージとしてジャッジメントということで復活しますねっていうことなので、何かが復活するんですね。これは昔ご自身が感じていたことや願っていたことがようやくこの場で復活するんだとか、やっとなんか現実化するんだとか、眠らせていた自分の本当の望みももう奥にしまってたけど、出していいんだみたいな形かもしれません。すごく救済のラッパが鳴るっていう感じがあります。なので何か一つはねちょっと感情的に蓋をするっていう感じがあるんですけど、でもそれ以上の喜びやそれ以上に自分がこの道で正しいんだって思うようなきっかけがあり、その中から新しい可能性や喜びっていうものが出てくるんだなっていう感じです。何かヒントになりますでしょうか。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のこと見させてください。悩める時ですよね。悩める時と語弊があるかもしれませんが、今そぎ落としていく時だから、何かを変えていくとかプラスするというよりも、何かいらないものをそぎ落としてシンプルになっていく時なので、捨てた分だけ入ってくるし、入ってきたら捨てなきゃいけないしみたいな感じかもしれませんが、いきなりすっきりするんですよね。12月後半でね。仕事、ペンタクルスの8、カップのナイトと、ビクトリーということでワンドの6ですね。お仕事に関してはコツコツとまだまだ自分のやることをやりますっていうことで出てます。もうスキルっていうカードが出ていて、星で見てもね16日以降コツコツ自分の思うことをやるべきことを役割をちゃんとやっていけるねっていうのがあるので、それはご自身が想定している通りに進むんだろうなと思います。想定外にというよりも自分が想像しているここまではやらなくちゃと思ってることは全然できますよと。そしてなんならもっとそれをこなした上でのクリエイティブななんかアイディアとか出したいんだなって感じがします。でそのクリエイティブなアイディア出したいんだけど、それを言うにはまずベースやっときましょうみたいな感じが、それを一生懸命やって、その上でじゃあ意見させていただきますとか、何か自分が発表したりとか意見を言う機会があればラッキーですね。何かを進めていく感じがあるんですよ、ビクトリーでね。でそれによってなのでアイデアを出すなと思います。これってやっぱりこうした方がいいと思うんですとか、こうじゃないでしょうかって意見を正直に言うっていうことはすごくクリエイティブなことで、自分が全てをやらなくてもね意見として表現するのもクリエイティブなことで、それが受け入れられたりとかプラスに働くんだと思います、お仕事では。人間関係も見させてください。人間関係ね、特に21日以降いいですからね。
ワンドの7、スター、吊るし人、また出ましたね。なんか例えばの話です。サンプルとしてお伝えしますけど、もう結婚とかいいやみたいな感じで自分の中ではやめていて、婚活活動もしませんみたいにしていたのが、やっぱりしてみようかなみたいな感じで復活したりとか。それなぜかっていうと、自分の立場を守るために何かをするのではなく、自分の立場を守る自分の立場を守るという概念を捨て去ることによって、本当に自分の理想の世界って何だろうとか、自分の理想の生き方って何だろうということを思い出す。それが出てくる。でその現実を作るのはもう来年の後半でも全然いいんだけど、今からでもその世界って作れるんだなみたいなことを思うって感じなんですよ。でも今すぐじゃないですよ。でも今この12月の後半は何かそういう概念がね、ひっくり返るって感じがするんです。やりたくてもできない、だから諦めていた、でも待ってって、別に今の状況でもよくないみたいな思った時に、新たな可能性というものが出てきて、自分が本当に望むことを望んでみよう、その世界を作ってみようみたいな感じで進み出すっていう感じですね。だから現実はまだね、吊るし人が2枚も出ているので少し動きにくいんだろうなと思います。だけどね、自分の気持ちや想像する頭の中で、できるんだ、これもいいんだって思えたら世界って広がるので、多少タイムラグがあってもね。だから人間関係においては、何か自分の立場とか置かれている立場や相手の立場とかを考えずに、関わっていける形で関わっていけるって最高じゃないみたいななんかそういうすごく肩の力が抜けたいい形での関係性っていうのがあるんだなって思いますよ。なんか関わる以上はここまでのことをしてあげなくちゃいけないとか、そういうことができる自分でありたいと思うのかもしれないけど、いやいやもうそのままでいいんですよって、金田さんそのままでいいんですよって言われてる感じがしました。はい、最後にもう一枚引かせてください。オラクルカードね。蟹座の皆さんどうでしょう。もし何かしら分かりましたとか参考になりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。またね、年間リーディングもやっていきますね。恋愛は恋愛でちょっとまた別で撮りますのでお待ちください。蟹座さん、はい、2枚出た。いいですね。どうでしょうか、このカード。はい、何かね、ご自身でも感じることがあればメッセージご自身で受け取ってみてください。なんかいいですね。ジョイとか、なんか嬉しい、喜びがいっぱい来るとか、なんかそんないいことが来るような気がするっていう感覚で過ごしてみてください。そしてもう一つ、やはり何か精神的なね、メンタルの明確さっていうものがあって、すごく自分の中にはっきりとした答え、英知から来る答えっていうものがあるよって言われてる気がしました。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また20日にねライブしますので、そちらでお会いできると嬉しいです。ということでありがとうございます。失礼します。